皆さんこんにちは。以前に書籍化される前の小説をレビューした動画を上げたところ、何人かの作者様方から紹介してほしいというお声がかかり、大変嬉しいメイドのリコです。作品の推薦はいつでも募集しております。今度、推薦された作品の一覧を見れて、自由に追加できる機能を作っておきましょうか。そんなサービス、探せばありそうですよね。そして今回は、作者様よりレビューを頼まれた作品の一つをご紹介します。幼馴染な村娘は勇者の帰りを待ちきれない。です。こちらは、ノベルアッププラスで掲載中の作品になります。作者は、淡雪ほどろ様です。作者様のツイッターと作品は概要欄に載せておきます。ぜひチェックしてみてくださいね。この作品の魅力を作者様に聞いたところ、一途な主人公が成長し、勇者としての自覚を得る過程、という部分がテーマであり、魅力な部分のようです。そういう部分を気にしながら作品を読むのも良いでしょう。確かに、主人公の心理描写はよく表現されていて、感情移入しやすく、すごく良かったです。この作品、私は結構好きになりました。全体的に、読んでいてこれってどういうこと?どういう意味?みたいな、突っかかるようなことはさほどなく、すんなりと読めましたし、世界観としては、ごくありふれたファンタジー RPG な感じです。凶悪なモンスターたちがいて、人間は剣と魔法で戦っています。ありふれているからこそ、わかりやすく、とっつきやすいという感じではあります。そして本作品は、そんな世界で暮らしている村娘の物語になります。これより、ネタバレが含まれますので、嫌な方はチャンネル登録をしてブラウザバックしてくださいね。いいですか?始めますよ。それでは、勇者の帰りを待ちきれない村娘のあらすじはこちらです。同じ村に住む幼馴染の男の子、ルクと、彼が聖剣を手にしたことにより、勇者となってしまった。そして、魔王を討伐しに旅立ってから早3年。今年20歳になった、ただの村娘である、ユイカが主人公です。ユイカはいつもと変わらず、腰を痛めた父に代わり、すべての家事や力仕事をこなす日々を過ごしています。そんな平和な日々が続いていたある日、突然ルクトが仲間を連れて帰ってきました。聖剣の力を 100% 引き出せておらず、聖剣が置いてあった村に来れば何かわかるはず、と思い、戻ってきたようです。その後、ルクトと共に来た戦士と模擬戦をして勝ってしまったり、僧侶と一緒に聖剣が刺さっていた祭壇に来て、凶暴なモンスターたちが通る道を一人で帰ったことに驚かれたり、ものすごく強いじゃん、と見直されました。その夜、ルクトは明朝魔王討伐へ向かう前に、ユイカと話をしたいと思い立ち、ユイカの自宅へ向かいます。まだ起きていたユイカを広場まで連れ出し、狭い物置小屋にて、二人きりでじっくり、朝まで話しました。翌朝、ルクトに縁起物を詰め込んだお守りを渡し、魔王討伐の旅立ちを見送りました。そして、幾日が過ぎ、魔王城まで来たが、仲間だと思っていた僧侶が、実は魔王軍配下、ゼフィドだった、という裏切りに遭い、勇者パーティーは全滅。聖剣だけは魔術師が天意の魔法で飛ばしてくれたので、かろうじて魔王の手には落ちませんでした。転送の際、瞬間移動するのかと思いきや、超高速で物理的にぶっ飛んでいきました。それに巻き込まれたゼフィドの片腕がちぎれ、聖剣に刺さったまま一緒に飛んでいきます。そして聖剣は様々な地域に被害を及ぼしながら、最終的には宇宙に飛ばされ漂うことになりました。というまでがあらすじ、というか序章のお話です。ここから、ただの村娘のはずだったユイカが実は真の勇者だったことが判明。村を襲ったゼフィドを聖剣の力で切り伏せ、ゼフィドの支配を逃れた僧侶、セリナ、と共に魔王討伐の旅が始まります。なかなか面白い作品でした。ようやく冒険が始まったばかりなので、今後どうなるのか気になるところです。
政権が発射されて超高速で移動していく際、いろんな地域の情報が出てきていたので、これから出てくる部隊なんでしょうね。こんな風に先の地域について紹介されるなんて驚きました。物語としては今のところ、ありふれた感じがしましたね。なんかよく聞く展開ですが、私自身はまだ読んだことがなく、新鮮味がありました。よくあるような展開ではありますが、主人公たちは結構良い印象です。作者様は魅力あるキャラクターを描けてるのかどうかというのを気にしていらっしゃるようですが、私は結構好きになりました。主人公はルクトのことを幼い頃からずっと思っている優しい子ですしね。しかし、大好きなルクトのためにしたことにより、勇者でもないのに魔王討伐に旅立つことになり、仲間に裏切られて殺されてしまったのは、非常に悔しい思いがあっただろうな、というのが伝わり大変良かったです。序章はそれぞれの人物の視点で書かれているのは面白かったですね。それぞれの視点で物語が書かれるのって、最終回にはよくありがちな気がするんですが、序章から見れるとは思いませんでした。それぞれの視点で語った成果、登場キャラの人物像があまり書かれていなかったのは残念でした。でもね、僧侶のセリナだけがものすごく細かく姿形を描いているんですよ。だいたいこんな感じだなーって想像できるくらいには細かいです。ひいきが過ぎるんじゃないと思ってしまいました。主人公ですら全然書かれていないんですよ。主人公の容姿なんて女にしては背や腕が長く、もみあげがあって左目尻にほくろがある程度ですよ。この差は何なんでしょうね。他のキャラは、登場シーンがこれ以上ないから手を抜くのは理解を示すとして、主人公はきちんと描写した方がいいですよ、と思いました。せっかくの良い作品ですから、ちゃんと描写すればもっと良い作品になりますね。戦闘の描写なんかは分かりやすかったですし、主人公が魔王を倒しに行くまでの過程も良かったです。今後の展開は分かりませんが、この主人公が聖剣で無双するんでしょうか？ゼフィドとの戦いではかなりの威力を発揮していましたし、物語の作りとしては結構丁寧に作っているように感じますから、安易な無双はしてほしくないですね。あと、奇跡的に生き残ったルクトと再会してハッピーエンドになってほしいです。結構読みやすい作品でしたので、皆さんもお時間のある時にぜひご覧になってみてください。物語はまだまだ始まったばかりですので、ゆっくりと見守っていきましょう。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。